am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. はいどうもこんにちは。この動画ではトラップコードパーティキュラーを使ってパーティクルを音楽に合わせてダンスさせる方法をご紹介していきます。私もこの動画を作成して Twitter に投稿したところ、トラップコードの会社であるレッドジャイアント社からリツイートされたり、この音楽を作ったアーティストのカドミウム氏からコメントをいただくことができました。作り方は非常に簡単なので実際に真似しながら作ってみてください。では今回のチャプターです。それでは早速見ていきましょう。アクション。まずはトラップコードパーティキュラーの説明です。レッドジャイアント社の提供するトラップコードを使うと映画のようなパーティクルや CG アニメーションを作り出すことができます。もしちょっとだけ試したければ無料でお試しを使うこともできますので、ぜひとも使ってみてはいかがでしょうか。トラップコードの使い方は私の YouTube チャンネルにて紹介していますので、そこから学んでみてもいいですね。それでは早速 After Effects で使っていきます。まずは新規コンポジションを作ります。Mac は Command N、Windows は Ctrl N を押します。名前は Audio Spec Track という風にしておいて、画面は 1920×1080 のサイズにしておきます。フレームレートは24フレームにしておくと処理が早いですが、もう少し細かく滑らかな動きをつけたければ30フレームくらいでいいかと思います。映像の尺は10秒ほどで OK。ちなみにフルバージョンのプロジェクトファイルはダウンロードできるようにしておりますので、ダウンロードして勉強用に確認してみてください。さあ、それでは早速見ていきます。まずは音楽に反応させる方法です。通常であればオーディオ振幅を使いますが、今回はトラップコードをインストールしたらそこに含まれているサウンドキーズを使っていきます。ということでコマンド Y で新規平面レイヤーを作成したら、名前をサウンドキーズとして作成しておきます。そしたらエフェクトのメニューのところから RG トラップコードの中にあるサウンドキーズというのを平面に適用しましょう。エフェクト&プリセットのパネルを開いておくと適用するのが楽です。すると画面の中に音楽の振幅を表示するグラフが出現します。これは音楽を挿入するまで反応しないので、続いてはここに音楽を挿入していきましょうか。今回使用する音楽はカドミウムというアーティストの方で、非常に良質な音楽を無料で提供していますのでチェックしてみてください。音楽を挿入したら L キーを2回押すことで波形が表示されます。そうしたら先ほどのサウンドキーズのメニューの中にあるオーディオレイヤーのところから今挿入した音楽を選択しておきましょう。するとこれでもうすでに音楽の波形が画面に表示されるようになっております。これだけでもいいのですが、今回は細かく音楽に反応させていきたいので、レンジ1だけでなくもう2つほど作成していきましょう。この緑の四角の中にメーターが到達するところでキーフレームが自動的に打たれることになります。ということでレンジ2の方もアクティブのところにチェックしましょう。そしてレンジ3のところも同様にアクティブのところをチェックします。すると3つの範囲指定をする四角い枠が出てきました。音楽を流していきながら範囲ごとにレンジの大きさを調整していきます。最初のレンジ1はこの辺りにしておきます。続いてレンジ2は一番ビートする部分なので、この範囲もこのように調整していきます。最後のレンジ3は小さく細かい部分ということで、このように設定しておきます。後でパーティクルを動かしていった時にここを変更することでパーティクルの動きも変わりますので、ここの設定は後で行ってもいいです。ひとまずこれで音楽の範囲の設定ができたらサウンドキーズのアプライを押して適用します。これでレイヤーのところをキーボード U を押してみると、このように音楽の波形に合わせたキーフレームが作成されています。では続いては今作ったキーフレームに合わせてオブジェクトを動かすリアクターを作っていきます。ということでまずは見えやすいように新規平面を作成していきます。この平面はチュートリアル用に動きを見えやすくするために作っておりますので、もしあなたが自作する場合は後で作るライトを使っても大丈夫です。
平面の名前はプレイスホルダーとしておいてから縦と横の長さは50ピクセルでいきます。さあ、すると正方形のシェイプが出来上がりましたので、これだと動きが見えやすくなりますね。今回は音に合わせてシェイプの位置を動かすので、キーボード P を押して位置を表示したら、ストップウォッチのところをクリックしてエクスプレッションを記載できるようにします。ここで動きに関してプログラムをしていきます。先ほどは3段階で音楽を分けていきましたので、ここでも3段階で記載していきましょう。まずは A イコールと書いたところで、隣にある渦巻きのやつを引っ張っていって、下にあるアウトプット1へとくっつけます。すると自動でコードが記載されますので、最後にセミコロンをつけておきます。これで1行目は A という文字は先ほど作ったレンジ1のキーフレームを指定することができました。他の2つも同じようにやっていきます。2行目は B イコールと記載しておいてから渦巻きを引っ張って今度はアウトプット2を指定します。最後にセミコロンをコロンと置いておきます。そして3行目も同じく C イコールと記載しておいてから渦巻きを引っ張ってアウトプット3のコードを記載しておいてからセミコロンをコロンしましょう。ではここから数学のように文字式を書いていきます。今回は y イコールという風に書いておいてからその後に a プラス b プラス c そしてセミコロンをコロンしておきましょう。そしたら最後の行として value という文字を書いておきます。value というのは現在のこの位置の数値のことですね。今のこの位置を示しています。ということでこの value に対してプラスをしてカッコをつけておきます。プラスということで今の位置、つまり value の数値に対してどのくらい変化していくかというと X 軸は0、つまり変化しませんね。そして Y 軸はさっき指定した Y を記載します。すると X 軸、つまり横には一切変化しませんが Y 軸、つまり縦方向には A プラス B プラス C の数値だけ動くことになります。最後はセミコロンをコロンさせておきましょう。さあ、これで動くかと思いきや動きません。何か原因が分かった人は挙手してください。原因を知りたければもう一度エクスプレッションのメニューを開くとエラーの原因が表示されます。ということで正解は A プラス B プラス C の C が大文字だったのでした。不正解の人はひとしくん人形は没収とになります。こんな感じでちょっとしたミスでエラーが起きますので正確に書くようにしておきましょう。うまく記載することができればこのシェイプは音楽に合わせて揺れるかと思います。はい、こんな感じですね。ただこれを見てみるとシェイプが下の方向に向かって揺れています。これは位置の Y 軸の数値が大きくなると下へと進みますので、このバリューの後ろをプラスではなくてマイナスにする必要があるということですね。すると今度はさっきの逆で上の方向に揺れる動きが出来上がります。ごめんなのび太、このフロアは縦乗りなんだ。ということでここまで出来上がったら動き自体は完成です。ここで動き方が気に入らなければサウンドキーズを表示して範囲とかを変えていくといいかもしれません。他にも例えば2番目の範囲だけの感度を上げたければアウトプット2のコードの後ろに ×3 という内容を追加するとその範囲の感度が上がります。この辺はサウンドキーズやシェイプの動きを見ていきながら調整していきましょうか。さあ、これでいい感じで縦乗りのフロアが出来上がったので、この動きに合わせてパーティクルを振りまく映像を作っていきましょう。ということで、トラップコードパーティキュラーを使用する際に欠かせないポイントライトを作成していきましょう。ここでライトの名前はエミッターという風にしておいてください。そしたらライトの種類をポイントにしておきます。これで準備は OK。それでは今作成したプレイスホルダーのところの位置を開いてこれをコピーしておいてから今作ったばかりのエミッターのレイヤーにペーストしておきます。するとプレイスホルダーと同じ動きをこのポイントライトもするようになります。では続いていよいよトラップコードパーティキュラーでパーティクルを作っていきます。また新規平面レイヤーを作成しておいてから名前をパーティキュラーという風にしておきます。そしたらエフェクト&プリセットのところから RG トラップコードの中にあるパーティキュラーを適用しましょう。さあ、するとパーティクルが適用されますが、これは平面レイヤーのサイズによって変わってきます。なので平面レイヤーの設定に戻ってから画面と同じサイズに平面を変更しておくことでパーティクルの表示される範囲も変わってきます。
さあ、これでまず見てみると、パーティクルは真ん中からどんどん広がる様子がわかります。このパーティクルの中心が先ほど作ったポイントライトと同じ動きをするようにしていきます。ということで、パーティキュラーのエミッターのところを開いて、このエミッタータイプの種類をライツにしておきます。すると、今はまだわかりにくいですが、一応パーティクルの中心が音楽に合わせて上下に動くようになります。続いては、パーティクルをもう少し集めてドラゴンのように動くようにしていきたいと思います。そこでまずはベロシティ、つまり速度を0にしておきます。そうしたら続いてベロシティフロムモーションもここでは一旦0にしておきましょう。あとはベロシティランダムもここでは一旦0にしておきます。あとはエミッターのサイズがちょっと大きいので、これを50に設定しておきましょうか。すると速度が0なので、パーティクルは特に動かずに音に合わせて動く中心からただ出現するだけです。この方が最初は編集しやすいので、これで続けていきたいと思います。続いてこのパーティクルが風に吹かれるように見せていくために、下にあるフィジックス、つまり物理的な動きを変えていきます。ここの中のエア、つまり空気の動きを変更します。そうしたらここの WindX の数値をマイナス200くらいにすると、風が右から左へ向かって吹くエフェクトが加わります。これで中心が音楽に合わせて動いているのがわかりますね。心電図とかも作れそうです。ただこのままだとパーティクルの動きが規則正しすぎるので、ちょっと乱していきましょう。ということでタービュレントフィールドのところを開きます。ここでまずはアフェクトポジションの数値を200くらいに上げていきましょう。するとパーティクルが風に乗って多少うごめいている様子がうかがえます。もう少し見た目に変化を加えるためにエボリューションスピード、つまり展開のスピードを今度は20くらいにしてみましょう。するとさっきよりも動きの展開が少しだけ緩やかになった気がします。と、このような感じで自分がいい感じだなと思ったら、次は先ほど消しておいた速度を変えていきます。ということでエミッターの中にある Velocity from Motion の数値を上げていきます。これは音に合わせて動いたライトのモーションに合わせてパーティクルの動きも変化する度合いです。ということでこれを上げることによってダイナミックかつ自然な流れに見えるようになります。さあ、これで煙のような流体の動きが出来上がりました。もしここでパーティクルの量を変えたければ、パーティクルパーセカンドのところで量を調整していきましょう。さあ、これで量的にはいいでしょう。またこの辺は量や動きを見ていきながらパーティクルの広がり具合などを調整していくといいかと思います。例えばこのオクターブスケールとかオクターブマルティプライヤーの数値を動かすことによって広がりのノイズ部分を微調整していくことができます。あとはこのフェードインタイムの数値を変更すると最初の冒頭の広がり方を調整することができます。このパーティクルがドラゴンだとすると、これは首の角度みたいなものですね。さあ、ということでこんな感じでいいでしょう。あとサイズなどを変化させたい場合はエミッターのところのエミッターサイズのところで XYZ のサイズを個別に変更できるようにしておきます。そしてここで XYZ の3方向でそれぞれサイズを変えていってみてください。さあ、という基本的なところでパーティクルの動きやサイズを変えていきます。まあこんな感じでいいのではないでしょうか。最初は線のように動いて後ろの方が流体として広がっています。あと気になるところは最後の終わりのところです。後ろの方を煙のようにふわっと消えていくようにしていきましょう。後ろの背景が暗い場合はシェーディングのところで影を作ることによって後ろの方を暗くすることができます。影を作ることによってパーティクル一つ一つに立体感を持たせることができます。ただしこの場合後ろが明るいと影の暗い部分が目立ってしまいます。
シェーディングはパーティクルに立体感を加えたいときに追加していくといいかと思います。今回は別のやり方をしていきましょう。ということで、シェーディングではなくてパーティクルのところでサイズがどんどん小さくなっていきながら消えていくようにしていきます。ということで、サイズオーバーライフのところで変更をしていきます。オーバーライフというのはパーティクルの一生、つまり始まりから消えていくまでを表します。ここのプリセットから次第にサイズが小さくなっていくものを選んでみましょう。すると今度は背景を明るいものにしても後ろの方まで消えていくようにすることができます。これだけでも何かしらに使えそうですね。サイズオーバーライフはグラフの上にあるペンツール的なもので消え方を調整することができます。ここのところでサイズ感を自在に調整していきましょうか。さあ、するとこれでかなりいい感じでパーティクルが広がる効果を作り出すことができました。続いてカラーを変えていきます。単純に単色にしたいときはここから選べばいいんですが、色に変化を加えたい場合はここから選びます。オーバーライフはさっきのサイズと同じくパーティクルの寿命によって色が変わります。下のランダムにすると色がランダムに発生します。From Light Emitter はライトの色からです。今回はランダムに色が出現するようにして下のカラーランダムでランダムの数値をマックスまで上げていきます。するとカラーバリエーションが色とりどりのバラ色キャンパスライフへと変わります。ということで今回はこれでいきましょう。そしたら続いてはこのパーティクルを複製して仕上げに入ります。ということで複製しておいたら下のパーティクルをホワイト、上のパーティクルをカラーにしておきます。イメージとしては下の方をより細かくて粉のようなパーティクルにしていきます。とりあえず上のカラーパーティクルはサイズを下のものよりも大きくしておきましょうか。そして下のパーティクルはサイズを小さめにしておきます。そうしたら下のパーティクルホワイトはその名の通り色を白にセットしていきましょう。ということでさっき作った色の設定を一つずつ下に戻していきます。下の様子が見えないので続いてはフィジックスで物理的な動きを変えていきます。ということで展開のスピードとかアフェクトポジションを動かして上のパーティクルよりも細かく広がるようにしていきます。あとは風でもっと動くように下のパーセンテージも上げておきます。色のランダムを上げたままだったのでカラーランダムのところでランダムを 0% にしておくことによってパーティクルの色が白になります。はい。とこんな感じで細かく舞い散る粉の感じが出来上がればこれでいいかと思います。もっと細かくしていきたい場合はサイズのところで見え方とかを変えるといいですね。あとまたフィジックスに戻って風の方向などもカラーのやつに対してもっと広がるように変えていきます。さあこれで一度見てみましょう。こんな感じでメインのカラーパーティクルの後ろで細かく白い粉が舞っています。ではいよいよ最後です。またパーティクルカラーのレイヤーを複製して名前をパーティクルヘッドにしておきます。ここではパーティクルの先頭部分を作っていきます。ということでまずはパーティクルの寿命を1秒で終わるようにします。これですぐにパーティクルが消えるようになりました。レイヤーが見えやすいようにここはソロレイヤーをオンにします。今回は先頭の部分を作っていくということで先っちょの密度を高めていきます。ということでエミッターのところを開いてエミッターのサイズを調整したり、あとはエミッターのパーティクルパーセカンドのところでパーティクルの量を増やしておきます。これで若干密度が上がりました。ではこのパーティクルを先っぽのところに集中させていきましょう。ということでサイズオーバーライフを開いてここで先の方だけが隕石のように見えるようにこんな感じでグラフを調整していきましょう。さあこれで形は OK。 隕石のようにするということで色の設定はオーバーライフにしておきます。ランダムの数値は 0% にしておきましょう。ここのオーバーライフではパーティクルの寿命ごとに色を変えられます。ここで先頭の方を白っぽい色に、そして後ろの方を赤のようなオレンジのような色へとしていきましょう。
これで隕石のような燃える飛翔体が出来上がりますね。あとはこのパーティクルを光らせていきましょうか。エフェクト&プリセットのところからグローと検索してグローを適用してもいいのですが、 RGBFX を持っている人はオプティカルグローを使うとグローをきれいに表現しやすかったりします。グローのところでグローの量や光の広がり具合などを調整していきましょうか。さあ、これで OK。 そうしたらソロレイヤーは外しておきます。オプティカルグローの場合はアルファ部分が黒く塗りつぶされていますので、ここはモードをスクリーンにすることによって下に準備したパーティクルに投影することができます。さあ、ということでこれで音楽に合わせて動くパーティクルの作り方は以上です。あとはこのパーティクルを使ってモーショントラッキングをしたりすると AR 風の動画を作り出すことができます。モーショントラッキングのやり方は別の動画でご紹介していきますので、そちらで学習を進めてみてください。ということで今回の内容は以上です。ここまでついてきた方お疲れ様でした。ぜひとも今回の内容を応用して様々な作品制作に利用してみてください。それではスキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。